はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末ぐらいまでのタロットリーディングをしたいと思います。前回4月5月6月と3ヶ月分の流れを解説したので、こういう流れがあるよって分かった上で今という時間に焦点を当てるととても豊かになりますのでね、ちょっと4月だけに焦点を当てて見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月全体です。ペンタクルス5ワンドの3、女帝逆、カップ9逆、ペンタクルスナイト、ワンドキング、節制逆ですね。気をつけることや対策は恋人たちの逆と太陽とオラクルはソードの3でした。そうですか。そうね、なんて言ったらいいのかな、このエネルギーはまずでも一番にこう混ぜてる時に一番感じたエネルギーっていうのは大丈夫だよって感じがしたんですね。なんかすごくちょっとしたことを、例えば健康に関してもちょっとしたことでもしかして何か大きな病気じゃないかみたいな思ったりとか、こう人間関係でおいてもちょっとした誤解ではもうすごいこの関係が崩れちゃったんじゃないかとか、何かそのちょっとしたことをすごく大きなひびのように感じてしまったとしても、そんなことないんだよって、大丈夫だよっていう、なんかすごく柔らかくて温かいエネルギーを感じましたので大丈夫だと思います。でカードで見たらですね、何かね、現実的にすごい非常にいい意味で現実的に慣れているみたいなんですね。星で見てもね、日常生活しっかりしようねみたいなとこだから、中にはしっかり稼ごうとかしっかり働こうとかっていう生活で切り詰められるところを切り詰めてお金も節約しようとか、何か非常に現実的なエネルギーが強まってるなっていう感じです。でこれってありがたいことで、こう浮かれてね、なんかファーっとしちゃうっていうよりは、すごく現実的にしっかり生活できるんだっていうのはとってもありがたいことなんですけれども、そのことをなんかちょっと悪いことのように捉えているかなって感じがしたんですね。先ほどの例えば関係性においてもちょっと誤解のちょっとあんなことなんで言っちゃったのかなとかね、思ったとしてもそれによって全てが壊れるというわけでもなく、むしろそれだけ気にしてしまうほど大事な関係性が今あるとか、その仕事でも今こんだけたくさんやることあるけど、でもそれをこなすほどの何か義務を果たすほどの土壌があるっていうのはすごく幸せなことなんですけど、そうではない心配の方に向きかけているのかなって感じがしたので、まずもう第一番のメッセージとしては、そんなに心配しなくても大丈夫だよっていうのが一番のメッセージです。これは別に誰かに傷つけられるとか悲しいことがあるとかではなくて、自分の心がナイーブになってるよっていうメッセージだと受け取っておいてください。というのは、その他のカードがものすごく明るくていいんですよね。やっぱり今こう現実的になっているということは、ここから未来を見ていこう、ここからしっかりとした未来を築きたいっていう思いがあってのことだから、非常に未来に対しての期待があるとか、未来をちゃんと作っていこうっていう前向きなね思いもあるし、この4月に至るまでの間におそらく3月とかもなんかすごく嬉しいこととか楽しいこととか、もう自分には贅沢だなとかもったいないなと思うこともあったんじゃないかなと思うんですよね。でその感覚さえも 100% 受け取らないというか、例えばこんなに嬉しいことがあってなんかもったいないなとかね、自分にはなんか良すぎるんじゃないかなって思うこと自体、自分を恐縮してるっていう感じで、もう 100% 受け取ってほしい、その感覚をですね。なので今もものすごく嬉しいことがありそうな気配がすごくするんですけれども、ここでもカップの9が出ているのでね、だけどまだそれを自分ではちゃんと受け取ったらいけないんじゃないかとか、受け取れないんじゃないかとか、浮かれてばっかりいたらダメだみたいな感じで、その喜びを喜びだと感じる前に防御に入るみたいな感じがあって、いやいや大丈夫ですよ、そんなに現実的になりすぎなくても大丈夫ですよっていう感じがあります。そしてここからもですね、また4月の9日からすごくいい切り替えをして、きちんとなんか、満足みたいな感じなんですよね。
例えばですけど、お金のことに関しても自分でこれぐらいちゃんと貯めときたいなとか、稼ぎたいなっていう思いがあったとしたら、そこがクリアになればそれ以外のものは自由に使えるとか、自分で好きに使えるってなんか満足じゃないですか。そのすごいお金がたくさんあるからとかないからではなく、自分が決めたことをきっちりできるとちょっと安心しますよね。そんな感じですごくゆっくりですが、自分が思った通りの現実っていうのを作っていける、何かその一歩ずつそれを作ってるんだというなんか確かな感覚っていうのがあり、安心してるんだなって、満足してるんだなって感じがあるんです。なのでこれはもちろんお金を貯めるっていうことかもしれないし、お金を稼ぐということかもしれないし、または仕事を通してでも人間関係を通してでも確かなものを自分でちゃんと構築していってるっていうような感覚があるので、満足、安心っていう感じですね。でその次がワンドのキングということで、非常に自分の力を信じて発揮していく。もうすごいですね。これはいいですね。おそらく仕事とかそういう役割という分野において何か力を発揮するんだなと思うんですけど、とてもいいです。たとえ未経験であったとしても、今までの経験を生かせば多分できるんじゃないかっていうような感覚になったり、パーフェクト、全てがパーフェクトじゃなくても、自分には至らないところもあるけれども、こういうところはできますみたいにね、ちゃんとできることに自分自身でフォーカスしていってる感じがして、その自信っていうのがまた運を引き寄せて、じゃあお願いしますとか、じゃあ誰々さんに任せようみたいな感じでいい感じにいきますので、とても仕事とか役割とか現実的なことっていうのはものすごく順調に進んでるっていう感じがします。でただまだやっぱり今25日まではね、彗星が逆行してるっていうこともありますし、少し自分では考えが行ったり来たりすることもあるのかなと思いますが、でもそんなにそれは大きなことではないですね。むしろ大きなチャンスが来て、それを本当に生かしきれるだろうか、それを生かすためにもっと何か必要な術を手にしなければいけないんじゃないか、何か資格を取らなきゃいけないんじゃないかとか、そんなことを感じそうな感じがありますが、カードから言われているのは、もうとにかく楽しんでくださいと言われてます。現実的にやることやってるからこそ、自分にご褒美を与えたり楽しんでいいんだよって感じで言われてるんですね。もう未経験でも全然大丈夫だよって。でむしろ経験がないからこそフレッシュに感じる何かがある、フレッシュに感じる感覚があるっていうのは、それを使えるよっていうことと、あとやっぱり太陽というカードが出てるので、とても明るくね、そんな細かいこと気にしなくて大丈夫よみたいな明るい温かいエネルギーがあるので、その自分でね、自分を責めたりとか、ダメなんだみたいに思うのはしないようにしてください。一番そのね、大きなエネルギーはこんな感じでしたね。これをとにかく仕事とか何か役割、いわゆるその日常生活の現実的な役割というものに関してとてもよく出ているので、お仕事もコツコツとこなしていけるんだろうなって感じがあります。そしてもしこの時期に何かしらのチャンス、こんなのできますかとか、なんか問いかけがあったら、それはもうできないって言わずに、できる方法を探ってみてほしいんですね。そしたら何かできる方法が本当に見つかるような気がします。で、一人の力で見つからなくても、それをまたその上司だったり同じ仕事場の人だったりとか相談することで、何か橋がかかるみたいなね、いい方法が見つかる、さらにそのことからいい話の方向につながるって感じもあるので、何事も今チャンスだと思って受け取るようにしてみてください。で人間関係に関してはそうね、全然悪くないんですけども、あえて言うならば自分が優れた人間だとか、できてます、私ちゃんとした人間ですっていう風に証明しようとしなくても大丈夫ですよっていう感じがあります。人ってやっぱりちゃんとしてます私とか、そんな嘘つきませんとか、何か無意識のアピールをしたくなると思うんですけど、何の、防御もいりませんっていう感じがあります。そのままの自分でいい。逆にそのままの自分をそのままどれだけ表現できるかの方がより輝いて見えるっていう感じがあるので、仕事を何してるとか、どれぐらい勤めてるとか、そういうのも関係なく、本来の自分ってこういう人間なんですっていうものをそのまま表現していけばいいなって感じがしましたね。自分っていうものを自覚するために、例えばこれだけ仕事を頑張ってきたとか、これだけの資格があるとか、これだけの収入があるとか、そういう外側のもので自分の価値っていうものを見ようとしますけれども、本当の価値っていうのはそれだけではない、もっと深いところに存在の価値というものがあって、それを
十分に生かしながら現実を過ごせるよっていうのが4月のメッセージなので、少しでもねなんかそんなことを自覚できたら、その現実的になりすぎて細かいことに意識を向けるという、その逆に現実をこんなにこなせているという自分の自負につながるなって思ったので、そんな風に意識してみてください。ちょっとね今回はあっさりめでいきたいんですけど、ちょっとこれを踏まえた上で全体のちょっとオラクルカードをね補足で見てみたいと思います。ちょっとその前にこのオラクルだけ補足カードを出しとこうかな。ソードの4ですね。そしてデビル、なんと死神ということでなんか面白いな。どれだけ恵まれていて現実がうまくいってても、人の心っていうのは自由で、落ち込みたかったら落ち込むし、どれだけ恵まれていたとしても泣きたかったら泣くみたいな、心のなんていうかな、毒素を出したい時ってありますよね。なんかそれがいわゆる現実がしっかりと固められているからこそ、どこかで心が力を抜きたいとか、心が現実を維持すること以外のところで反応したいっていうふうに言っている感じがして、それは全然できますよと。全然できます。いつでも自分の気持ちを許して、泣きたい時に泣く、感情を自分で許すっていうふうにすることによって、自分を責めるっていうことをしなくなりますからね。それを自覚するだけで、いわゆる今回の星の動きとカードの動きを見ると、現実本当にしっかりやってるんですよね。できている、すごくしっかりできているけれども、そこに対する安心感と同時に、これをなくした時の恐怖だったりとか、もっとやればできるのにやってない自分とかっていう、何かどこかで自分を責める気持ちだったり、こだわりだったり恐怖っていうのも、うまくいってるのがある分同時にあるんですけど、どっちも肩の力抜いてみたいな、しっかりもうなんだかんだ言いながらうまくいってるから、力抜いてって頑張ろうって思わなくてもちゃんと進んでいくし、ダメな自分だって思ってたとしても素晴らしい自分は存在してるから、そんなにきちっとカテゴリー分けして、これで OK これでダメとかってしなくていいよっていうことと、なんかそれを手放すためにはやっぱりゆっくり休むことなんだなっていう感じがしました。ソードのようでね、ゆっくり寝てくださいと。これはでもね、日食の影響もあるかもしれないですね。日食の時でちょっと眠たくなったりとか、ちょっと頭が混乱しやすいので、そういう時こそちょっと休もうっていうのはいい時なんでね、その意識さえ忘れなければ、この4月っていうのはさそり座の皆さん本当にね、素晴らしい現実を作っていけると思います。ちょっとオラクルカードもね見てみますね。さそり座の皆さん、これかな。キンシップということで、どうですか？このカードを見て感じることがあれば、ぜひ皆さんもそれを直感として受け取って、メッセージとして受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのか、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。これね、とってもなんか親族とか仲のいい仲間みたいな、兄弟仲間みたいな感じじゃないですか。でコミュニティとかグループっていうのもあるので、何かこの時しっかり現実をやらなくちゃっていうよりも、身近な人と楽しんでみるとか、自分ありのままの自分で語り合える仲間がいるよとか、そんな感じがありますね。人と接してみてくださいね。優しい気持ちになるかもしれません。はい、ということで今回はここまでにしておきます。次回また4月の末ぐらいに5月のものをアップしますので、楽しみにしててください。ということで、ぜひね、肩の力を抜いてお友達や家族とゆっくり語らう時間をとってください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。